世界を変える、感動を生み出す、いい年した大人がそんなこと本気で信じてるのか？ボロ工場の製品なんてゴミに等しいんだよ。その一言が胸に突き刺さり、背筋が凍った。父が残した工場を継いだ俺には、そこから生み出される技術に自信があった。なのに、まるで無価値だと断じられてしまったのだ。しかも、その言葉を吐いたのは取引先の社長。契約継続を願うどころか、唐突に取引停止を言い渡されてしまう。むしろ渡りに船だ。この機に取引全部打ち切るとしよう。もう二度と来るな。そう言って、椅子にふんぞり返る社長。彼の言葉一つで、桜製作所の未来が地に落ちる。このまま感情を爆発させたい衝動に駆られるが、ここで暴れたらすべて水の泡。理性が拳を握る手を震わせながら抑え込む。社長、それだけは。ボロ工場の身体など知るか。さっさと失せろ。初めから俺たちを見下し、資料すら開かないその態度に頭の中が真っ白になる。さっきまで脳内で何度もシミュレーションしていた言葉はすべて虚しく消えていった。しかし、この悔しさが、後にとてつもない逆転劇を生むことになろうとは、その時の俺たちはまだ知る由もなかった。俺の名前は押川喜一。父が築いてきた町工場、桜製作所の社長として働いている。桜製作所は、かつては近所の工場や企業からも一目置かれる存在で、父は町の産業を支える立派な技術者だった。俺はその父の背中を見ながら育ち、いつしか人々の役に立つ、誰も思いつかないような革新を実現すること、という夢を抱くようになった。俺が開発したいのは、環境にも配慮しながら高性能を実現できる、次世代の精密部品だ。エネルギー効率が高く、それでいて低コスト。世界中の産業構造を根本から変えられるような特許技術を作りたいとずっと考えている。その話を父にすると、父は決まって笑顔になった。喜一、諦めなければ夢は叶う。父さんがこの工場を築けたようにな。そんな風に言ってくれる父が亡くなったのは昨年の冬のことだった。俺は父から社長という肩書きを引き継いだ。名刺にある代表取締役、押川喜一という文字が、やけに重く感じられたのを覚えている。だけど、父も応援してくれた夢を捨てるわけにはいかない。どんなに小さな町工場でも、その技術一つ一つが、暮らしや産業を支える重要な歯車になる。だから俺は、父が残してくれたこの工場を守り、さらに発展させたいと考えている。でも、今の桜製作所は厳しい状況にあった。正直に言うと、父の代からいる古参社員たちも、もう若くない。工場の設備だって年季が入ってきた。ボロいとまでは言わないけれど、いずれは大掛かりなメンテナンスや機械の一新が必要なのは確かだ。その費用をどこから捻出するのか、俺にはまだはっきりとした目処が立っていない。機械が古くても、職人の腕がしっかりしていれば、生産は何とか続けられる。ずっとそう信じてきた。実際、古参社員の多くは素晴らしい腕前を持っていて、俺の父が残した技術の継承者でもある。彼らがいるからこそ、桜製作所はこれまでやってこられた。でも、彼らの年齢を考えると、いつまで現場に立ち続けられるのかという不安も募る。俺は何とか、ハローワークや求人サイトを使って、新卒や若手の雇用を図ってきた。けれど、町工場であるうちの待遇や知名度は、どうしても大手には及ばない。結果、入ってくれた若手が数年で辞めてしまうことも多く、なかなか定着しない。加えて、工場の未来を大きく変えるような技術開発には、相応の投資が必要だ。それを可能にするだけの体力が、今のうちにはない。日々の売り上げを確保するだけで精一杯。どこから手をつけるべきか。俺は毎晩のようにノートパソコンを開いては試行錯誤の連続だった。そんな中でも、俺が自分の未来にわずかな光を見出せたのは、若手従業員の翔太の存在だ。彼はまだ20代前半なのに、小さな頃から機械いじりが好きだったらしく、ベテランの職人にも臆せず質問し、貪欲に学ぼうとする姿勢を崩さない。朝早くから来て、作業場を掃除し、帰る間際には、業務日報だけでなく、
自分なりの改善案をノートにまとめてくる熱心ぶりだ。俺自身、翔太には大きな期待を抱いていた。古参の従業員も、お前は結構筋がいいな。なんて言って励ましながら技術指導をしてくれるので、職場の雰囲気も明るくなる。特に翔太は、俺が描く世界を変える次世代技術についても興味を示してくれていた。俺が夜遅くまで CAD やシミュレーターとにらめっこしながら試作図面を引いているのを見かけると、社長、今度のアイデアはどんな仕組みなんですか？とすぐに尋ねてくる。その瞳はまるで幼い子供が新しいおもちゃを与えられた時のように輝いていた。きっと、これが完成したらすごいですよね。翔太はエプロンについた油汚れを拭いながら声を弾ませる。だって、このベアリングが実用化されたら、車やロケット、飛行機に至るまで動力効率が一気に跳ね上がるじゃないですか。今まで当たり前だと思っていたエネルギー消費が半分以下になれば、地球の裏側でも誰もが動かしやすい乗り物に乗れるようになるかもしれない。そしたら、世界の産業構造だけじゃなくて、人々の暮らしそのものが変わっちゃいますよ。考えるだけでワクワクする。その興奮を抑えるように、彼は深呼吸してから、まっすぐ俺を見つめる。もしこれが軌道に乗ったら、うちみたいな小さな町工場でも、海外からバンバン視察団が来るかもしれないですよ。新技術ってだけで話題性は十分だし、そうなったら、世界中から注文が来て、俺たちは大忙し。でも、そっちの方が楽しくないですか？翔太がそう言ってくれたとき、俺は胸の奥が熱くなるのを感じた。やりたいことを実現すれば、世界中に喜ばれるだけでなく、この小さな工場にいる仲間たちも、誇りを持って仕事ができるようになるだろう。きっと、街中が活気づいて、新しい設備投資で雇用も生まれて、そういう未来をこの工場から作れるかもしれないんだよな。そうですよ。俺なんて、弟の学費の工面も楽になるし、もしかしたら将来、でっかい家を建てる夢だって叶うかもしれない。社長にもっとすごい仕事を任せてもらえるなら、絶対に俺も頑張れます。翔太の言葉からは、ただ目の前の金銭的な欲得だけじゃなく、技術で人の暮らしを底上げしたいという純粋な思いが滲んでいた。だからこそ、なおさら俺は答えたいと思う。弟のために懸命に踏ん張ろうとしている翔太の姿は、まだ夢の完成形さえ見えない俺の胸を熱くしてくれる。だが、現実はそう甘くはなかった。経営の厳しさは変わらないし、手持ちの仕事も減ってきて、従業員に十分な給与を払えるかどうかさえ危うい状況が続く。俺は銀行に融資の相談を持ちかけたり、少しでも単価の高い受注を獲得しようと、知り合いのつてを辿ったりと一生懸命だった。そんな俺の姿は、従業員たちにどう映っていたのだろうか。ある日、翔太が俺の部屋にやってきた。少し決まり悪そうに手に書類を持っている。それは辞表届だった。社長、俺、辞めさせていただきます。社長には夢があるのはわかります。だけど、夢だけじゃ食べていけないんです。真剣な表情でそう告げる言葉に、俺は言葉を失った。しかも、その後を追うように、社員の何人かまでもが辞職を申し出た。経営状態への不安や、俺の開発優先の考え方に、戸惑いを覚えたのだろう。心がひび割れるような衝撃を受けながら、俺はただ黙って、辞表を受け取るしかなかった。特に、翔太が辞めると知った時は、ショックが大きかった。頑張り屋の若手が去るというのは、まさに将来への希望がついえるような喪失感だ。それでも俺は、わかった、と、それぞれの選択を尊重するように伝えた。君たちの人生だ。俺が縛るわけにはいかない。そうやって強がる声は、情けないほど震えていた。辞表届が積み上がったデスクを見ながら、俺はしばらく呆然としていた。一気に従業員が辞めたということは、工場の機械を回す人手が足りなくなるということだ。とてもじゃないが、俺の夢の製品を開発する余力なんて残されていない。社長。その時、事務員の玉本清香さんが声をかけてくれた。清香さんは細身のメガネをかけて、いつもモノトーンの落ち着いた服を着ている。真面目な女性だ。社員の中には彼女のことを地味だという人もいるけれど、俺はそうは思わない。
彼女の事務作業はいつでも正確で優秀だ。俺の目には清香さんがキラキラと輝いて見えている。私は残ります。私にできることは限られているかもしれません。でも絶対に役に立ってみせます。社長の夢信じてますから。そう清香さんに言われた瞬間、驚いた。正直、俺は事務員の彼女には仕事ぶり以外に大きな印象を抱いていなかった。でも、そのまっすぐな眼差しと揺るがない決意に、俺は救われる思いがした。ありがとう。それ以上の言葉は、込み上げてくる感情を抑えきれずに胸が詰まって、うまく発することができなかった。清香さんの小さな肩に、俺の大きすぎる夢と工場の未来を背負わせるのは申し訳ない気持ちもある。それでも、ここで唯一の味方になってくれようとする存在の尊さを感じずにはいられなかった。そして、俺は日々の受注仕事をこなしながら、深夜まで工場に残って開発を続けた。俺が開発を目指しているのは、高機能スラストベアリングだ。軸受けの世界では地味な部品かもしれないが、あらゆる機械や自動車、さらには宇宙開発の分野まで要求の厳しい場所に使われる可能性がある。自動回転の効率を最大化しながら、極限環境でも摩耗や破損を最低限に抑える。しかも、一般的な素材や生産ラインに少し工夫を加えるだけで、低コストで量産が可能。そんな究極のベアリングが実現できれば、世界中から注目を浴びるのは間違いない。ほとんど眠らずに、設計と試作を繰り返す日々が続いた。最初は、設計図通りに作っても全然うまくいかなかった。精密加工の誤差や素材の特性に合わせた熱処理の加減など、クリアしなければいけない課題だらけだ。だけど、何度も試作し、不良が出れば一からやり直して、原因を突き止めて改良していった。清香さんも寝る間を惜しんで書類の準備やサポートを手伝ってくれた。彼女の存在がなければ、この忙しさの中で事務処理や外部調整をこなすのは無理だっただろう。そしてようやくある夜、試験機にセットしたベアリングが俺の理想に近い数値を叩き出した。信じられないくらいスムーズに回転し、テストを繰り返しても故障がほとんど起きない。試作品の段階とはいえ、グラフに映し出されるデータを見た瞬間、全身に鳥肌が立った。完成したんだ。そう口にすると、込み上げてくるものをこらえきれず、俺は慌てて顔を背けた。しばらくして、清香さんがそっと試作品を手に取った。社長、本当におめでとうございます。これで、桜製作所の未来が開けますね。ああ、父やみんなの思いを詰め込んだ技術だ。俺はうなずいた。諦めなければ夢は叶う。その言葉を自分の手で証明できた気がした。高機能スラストベアリングの試作品が完成してから数日後、俺は意を決して都心部にある会社、島田テクノロジーズに足を運んだ。島田テクノロジーズは父の代から取引がある大手の自動車会社だ。もし俺の技術を気に入ってくれれば、一気に販路が広がる可能性がある。社長、緊張しすぎですよ。隣でいつもよりきちんとメイクをしている清香さんが小声で笑いながらそう言う。俺は苦笑いを浮かべて肩をすくめた。いや、緊張しないわけないだろ。ここで失敗したら次はもうないかもしれないんだから。受付を済ませ、応接室に通されるまでの間、俺は手に持った資料を何度も見返した。俺の開発したベアリングの利点、その特殊加工のポイント、どのように量産すればコストダウンが可能か、そして世の中にどんな可能性を与えるのかを何度も頭の中でプレゼンをシミュレーションした。会議には、島田テクノロジーズの社長である島田音也さんも参加すると聞いている。彼は最近社長就任したばかりで、噂では不要だと判断された取引先はバッサリと契約を切られるということだった。島田テクノロジーズは桜製作所の主要な取引先。取引を続けるためにも何としてもこの技術を売り込まなければならない。静かな応接室でコーヒーをすすりながら待っていると、重々しい足音とともにドアが開いた。スーツ姿の男性が数人入ってきた中で、先頭にいるのが島田社長のようだ。彼は鋭い目つきで顎をしゃくり気味に上げながら、ふんと息をつく。時間が惜しい。
手短に頼むぞ。ぶしつけな態度に少しカチンときたが、ここで感情的になっては話が進まない。本日はお忙しい中、お時間を頂戴し、誠にありがとうございます。俺はそう頭を下げ、早速資料を広げて説明を始めた。弊社が開発いたしました、このスラストベアリングは、これまでの一般的なベアリングに比べて、およそ 30% 以上の摩擦低減効果を期待できます。さらに、従来の量産ラインに少しの改造を加えるだけで、低コストに抑えながらも、高い耐久性を持続することができます。俺は、手元の図表や試験データを見せながら熱く語った。こうしてみると、本当に多くの時間と情熱を注ぎ込んできたんだなと、改めて自分でも感じる。清香さんはホワイトボードに要点を書き出してくれながらサポートもしてくれる。彼女の落ち着いた立ち居振る舞いのおかげで、俺は落ち着いて説明することができ、プレゼンは順調に進んでいるように思えた。これからの世の中は環境に配慮しながら高い性能を出す技術が求められます。省エネかつ低コストで、しかも長寿命、さらに扱いやすく、もし実装が進めば、自動車産業だけでなく、人工衛星や宇宙開発、さらには巨大なプラントの中核部品としても使える可能性があります。俺は思わず身を乗り出しながら、将来に抱くビジョンを話し始めた。こんな夢のある技術を国内の町工場が持っていると思えば、誰だって胸が高鳴るはずだ。だからこそ、ぜひ記者の資本やネットワークで、このベアリングを世界に届けたいんです。私は、この技術によって感動を生み出したい。つまり、人々の未来を変えていきたいんです。熱い言葉を放って、最後に一礼し、俺は島田社長たちの反応を待った。よろしくお願いいたします。清香さんも、深々と頭を下げる。俺たちの熱意は十分伝わったはずだ。そう思いたかった。しかし、沈黙を破ったのは、島田社長の心ない一言だった。なんだその大行な言い草は。お前のところにあるのはボロい建物とオンボロ機械だけじゃないのか。その目は嘲笑に満ちていた。部下たちがクスクスと抑えた笑いを漏らす。まるで、子供の夢物語を聞かされた大人のような、そんな無遠慮な態度だった。確かにうちは小さな町工場です。だけど、データは嘘をつきません。これだけの性能を出せるベアリングは他にはないと自負して、俺が懸命に反論しようとすると、島田は言葉をかぶせるように、手のひらを突き出してきた。まあまあ、そこまで熱くなるなよ。正直に言おう。うちの基準じゃ、お前の技術なんて通用しない。実績もない、金もない。設備だって見る限りしょぼい。そんな会社の製品を、俺たちが押すメリットがどこにあるんだ？島田は資料にさえ目を通そうとせず、鼻で笑うように言い放つ。そんな。清香さんが小さく声を上げているのが横で聞こえた。でも、島田社長は続けて容赦なく言葉を重ねる。お前の話は夢物語だ。世界を変える。感動を生み出す。いい年した大人が、そんなこと本気で信じてるのか？ボロ工場の製品なんてゴミに等しいんだよ。その一言が胸に突き刺さり、頭の中が真っ白になった。夢を語ることはそんなに愚かなことだろうか。一生懸命に作り上げた試作品やデータだってあるのに、最初から見下してかかるなんて。いや、これが世の中の現実なのかもしれない。けれど、あまりにも悔しすぎる。こんなゴミを俺の前に持ってくるなんてな。ちょうどいい。お前のところとは手を切ろうと思っていたんだ。今取引している契約は、すべて破棄とさせてもらう。そんな、待ってください。島田テクノロジーズとの取引がなくなれば、うちは立ち行かなくなってしまいます。ボロ工場の身体なんて、俺には何の関わりもないね。わかったらさっさと帰れ。その一言が、俺の胸を鋭くえぐった。けれど同時に、今ここで感情的になれば、すべてを失う。その理性が、なんとか俺を踏みとどまらせた。待ってください、島田社長。どうか、もう一度だけ、検討していただけないでしょうか。一生懸命に喉を震わせて、言葉を絞り出す。机の上に散らばった資料を両手で押さえつつ、頭を下げた。うちの工場がボロいことは、否定できません。けれど、中身は違うんです。数値を見ていただければ、
実際に測定したデータだけは、きっと嘘をついていませんから。だが、島田社長は資料に目をやるどころか、面倒そうに息をついて、椅子にふんぞり返る。何度言えばわかる。金も設備もない町工場の技術なんか、俺たちがわざわざ拾うメリットは皆無だ。お前の開発品とやらも、どうせ夢物語だろう。そんな！思わず声が裏返る。一生懸命に説得したいのに、相手はまるで壁に向かって話しているかのようだ。唇を噛み締め、もう一歩踏み込もうとするが、島田社長はうんざりしたように手のひらを向けてきた。いい加減引き際をわきまえろ。ゴミを拾ってやるほど、うちも暇じゃないんだよ。拳を握る手が震える。どうしてもここで食い下がりたい。まだ諦めたくない。けれど、清香さんが隣で心配そうな目をして俺を見上げているのに気づいて、なんとか自分を抑え込む。わかりました。絞り出すような声で告げると、深々と頭を下げた。お時間を頂戴し、ありがとうございました。失礼します。まぶたの裏が熱い。こんな形で退散しなければならないなんて、情けなさで息が苦しくなる。そして、清香さんの肩をそっと叩いて、帰ろうと小声で促した。廊下を歩いているうちに、言いようのない悔しさと情けなさがこみ上げてきて、今にも涙がこぼれそうになるのを一生懸命こらえる。社長、元気出してください。清香さんが、そう声をかけてくれるけれど、返せる言葉が見つからない。俺たちは、重い空気のまま会社を後にした。駅へ向かうタクシーの中では、ずっと沈黙が続いていた。夢があって何が悪いんだ。心の中で何度もそうつぶやく。でも、俺の小さな町工場の現状では、こうやって世間の荒波に打ちのめされるのも、当然なのかもしれないと思った。工場へ戻ってからも、俺はひどく落ち込んだままだった。気持ちは沈むし、今後どう動けばいいのかわからない。どれほど技術が優れていようと、肝心の資本力や実績がなければ、大手には相手にされない現実を、これでもかと突きつけられたのだから、無理もない。そんな俺を見かねて、清香さんが温かいコーヒーを差し出してくれた。湯気の立つマグカップを両手で受け取ると、少しだけ心がほぐれる。でも、やるせなさは消えない。島田社長はきっと、この技術の本質をちゃんと見てなかっただけだ。俺はそう思いたいけど、素直な気持ちを口にすると、清香さんはすっと真面目な表情になって、俺の目をしっかりと見つめてきた。社長、実は私、一つだけつてがあります。つて？俺は不思議そうに聞き返した。正直、今更どんな小さなつてが見つかったとしても、島田テクノロジーズのような大手とつながりを持つ企業とは、比べ物にならないかもしれない。でも、清香さんの瞳は、どこか決意に満ちていた。一体どんな企業なのかは、今はまだわからない。だけど、藁でも構わない。俺は沈みかけていた気持ちを奮い立たせるように、清香さんの肩にそっと手を置いた。ありがとう。本当に助かるよ。もしそんなつてがあるなら、ぜひ頼みたい。もう一度だけ、挑戦したいんだ。俺の夢、こんなところで終わらせたくないから。清香さんは目にうっすらと涙を浮かべながら微笑んでくれた。社長なら絶対に成功します。私も一緒に頑張らせてください。柔らかな空気が打ちひしがれていた俺の心を少しずつ温めてくれる。俺はこの瞬間、改めて気づいた。どんなに大手から見下されようと、俺にはまだ支えてくれる仲間がいる。まっすぐな目で俺を励ましてくれる清香さんがいる限り、まだ戦える。島田社長なんかに言われっぱなしじゃ、俺のプライドが許さない。さあ、もう一度仕切り直しだ。そう決意してコーヒーを飲み干す。口の中に広がるほろ苦さが、これからの険しい道のりを暗示しているようにも感じた。でも、苦味の先にはきっと、ほんのりとした甘さも待っているはずだ。俺は自分にそう言い聞かせながら、清香さんと一緒に再出発への準備を始めた。翌日、清香さんに言われるがまま乗り込んだタクシーが向かった先は、なんと、大手自動車メーカーである関東自動車の本社ビルだった。島田テクノロジーズにとってはライバル会社にあたるエントランスの大きなガラス扉。ロビーに敷かれた真っ赤な絨毯。警備員がきっちりと警戒に目を光らせる厳粛な空気に、
俺は戸惑いを隠せない。清香さん、本当にこんな大企業につてがあるのか。俺が思わずそう尋ねると、清香さんはかすかに笑みを浮かべた。はい。少し縁がありまして。そう答えるだけにとどまった清香さんは、まるで何か大切な秘密でも隠すように、どこか口ごもっているようにも見える。俺としては理由を知りたい気持ちでいっぱいだったが、とにかく、今は彼女を信じてついていくしかない。受付で手続きを済ませると、俺たちは最上階にある応接室へ通された。大きな窓から眺める街の景色は圧巻で、ここに立つだけで身が引き締まるようだった。ドキドキしながら待っていると、端正なスーツを着こなした女性が、数人の男性を連れて、すっと部屋に入ってきた。清香、久しぶりね。あなたがこの会社に来るなんて珍しいわね。そう言って先頭の女性は、俺の隣に立つ彼女にまっすぐ視線を注いだ。お姉様、久しぶりです。清香さんが少し表情をこわばらせたまま、小さく会釈をする。その瞬間、俺はハッとして思わず声を飲み込んだ。清香さんから姉と呼ばれた女性が俺の前に立つ。どうも、妹がお世話になっているようね。私は玉本木の香。感動自動車の専務を務めているわ。もちろん、この専務という役職は、父が社長だからとか関係なく、実力で勝ち取ったものよ。社長が父親ですか？あら、そうよ。清香に聞いてないの？清香さんを見ると、彼女は恥ずかしそうに視線を落としていた。まさか、俺が今まで一緒に働いてきた地味で控えめな事務員が、こんな大手企業の社長の娘だったなんて、驚きが大きすぎて、一瞬頭が真っ白になった。押川喜一と申します。桜製作所の者です。本日はお忙しい中、お時間を頂戴しましてありがとうございます。なんとか頭を切り替えて、俺は深々と頭を下げる。だが、木の香さんは鼻を鳴らすようにして、どこか嘲笑めいた視線を清香さんに向けた。清香ってば、何も言わずにコソコソしてるから、てっきりもううちとは縁を切ったのかと思ったわ。昔から地味な子だと思っていたけど、思っていた以上に随分と、地味に生きるのが好きみたいね。その言葉はあまりに辛辣で、俺は耳を疑った。清香さんは何も言わず、唇を噛み締めるだけだった。そんな彼女を見てか、木の香さんが口角をさらに吊り上げる。それにしても、家から飛び出してどこで働いてるのかと思えば、町の小さなオンボロ工場だなんて、こんな将来の見えない町工場に、どれだけの生産性があるのかしら？時間とお金の無駄じゃない？木の香さんは、俺たちの工場を見下すように言い放つ。その物言いに、俺はカチンときた。が、俺が口を出す前に、清香さんが顔を上げた。その目には、小さな怒りの炎が灯っている。お姉様、そんな言い方はありません。確かに桜製作所は小さな工場ですが、ここで私は大切なことを学んだんです。清香さんは一度深く息を吐いた。私は何のしがらみもない場所で静かに働きたいと思って感動自動車を避けて就職活動をしました。けど、どこに行っても地味だとか、経歴が冴えないとか言われて、なかなか就職できなくて、そんな中、桜製作所だけが私に手を差し伸べてくれたんです。喜一さんだけが私のことを地味だなんて言いませんでした。清香さんは一瞬俺の方を見てぎこちなく微笑む。面接の時、喜一さんは夢を語ってくれました。環境にも配慮しながら高性能を実現できる次世代の精密部品を作りたい。そのサポートをしてほしいと私に頭を下げてくれたんです。そんな喜一さんの姿が眩しくて、私は喜一さんが夢を叶えるためのサポートをしたいと強く願うようになりました。私は地味だけど、いや、地味だからこそ、喜一さんのような輝く人を支えることができる。それが私の夢になったんです。俺は胸の奥が熱くなるのを感じた。清香さんがそんな風に、俺や俺の夢のことを思っていてくれたなんて。しかし木の香さんは、呆れ顔で肩をすくめるばかりだった。とんだよまいごとを言うようになったのね。どうやらあなたたちの話を聞くのは時間の無駄のようだわ。
そう言って、木の香さんは早々に席を立とうとした。そこで、俺は思い切って声を張る。ちょっと待ってください。実際に見てもらわなければ、無駄かどうかわからないでしょ。清香さん、君から説明してくれないか。唐突な俺の言葉に、清香さんは驚いたように振り返る。私、プレゼンなんて。清香さんは戸惑ったまま言葉を詰まらせた。俺はそんな彼女の肩にそっと手を置いて、真剣な眼差しを向ける。いいか、俺は確信してる。君がいなければ、この高機能スラストベアリングは完成しなかった。君は、ただ単に事務をこなしていたわけじゃない。今まで陰ながら支えてくれた。その知識や努力を堂々と示してみせよう。俺を助けてくれたみたいに、この技術の素晴らしさを伝えてくれないか。清香さんは、わなわなと唇を震わせながら、俺の言葉にそっと目を閉じる。わかりました。私やってみます。その表情は決意に満ちていた。清香さんは前に進み出ると、まるで人が変わったようによどみなく、言葉を紡ぎ始めた。このベアリングは、従来品に比べて約 30% も摩耗率を抑えることができます。そう切り出した声には、静かながら確かな熱がこもっていた。プレゼンボードに描かれたグラフを指し示しながら、清香さんは手短に論理を組み立てていく。ポイントは、熱膨張対策として、素材の組み合わせに工夫を施しているところです。摩耗が生じやすい高温帯域でも、寸法変化を最小限に抑えられるため、従来品よりも長期にわたり、安定した回転性能を発揮できるんです。そして、彼女は次のスライドを見せると、まるで自信を確かめるように小さくうなずく。ベアリングは機械の根幹部品です。もしここを刷新できれば、車や飛行機、果ては宇宙開発の分野まで、あらゆる産業で変革をもたらせる可能性がある。実験データだけでなく、実際に工場で稼働テストを繰り返し立証しました。だからこそ、私はこの技術にこそ未来があると確信しています。声を上げ終えた瞬間、清香さんは少し息を弾ませていた。ぜひ、その可能性を信じていただきたいんです。今なら、私たちなら、もっと大きく花開かせることができると自負しています。最後の言葉には、その場の空気をも揺さぶるような力が宿っていた。清香さん自身の飾らない誠実さと、技術の未来を信じる情熱が部屋中に伝わっていくように感じられた。木の香さんは、清香さんのプレゼンをあっけに取られた様子で凝視していた。俺は、その様子を見ながら、心の中でガッツポーズを作る。少なくとも、俺たちの技術が一生に付されるものではないということは、これで明らかになった。以上で説明は終わります。何か質問はございますか？清香さんがそう問えば、周囲の取締役たちが次々に清香さんに質問を投げかける。清香さんはそれらをすべて論理的に返していく。その時、部屋の扉が開き、新たな人物が姿を現した。彼はどっしりとした貫禄を叩いており、柔和な表情の中に鋭さを秘めている。お父様、お疲れ様です。木の香さんが慌てた様子で立ち上がって彼に頭を下げる。質問をしていた他の取締役たちも整然と居住まいを正す。初めて見るこの男性こそが感動自動車の社長であり、清香さんの父親なのだとすぐに理解した。そう固くならないでくれ。実は外で清香のプレゼンを聞いていたんだ。そう言いながら、玉本社長はゆったりとした足取りで会議テーブルに近づくと、俺と清香さんの方を見てにこやかに微笑んだ。あなたが桜製作所の押川社長ですか。若いのに大した技術をお持ちだと聞きましたよ。そう言って手を差し出してくるその仕草はとても気さくで温かい。木の香さんとはまるで正反対の雰囲気だ。俺が驚きながらも握手を交わすと、玉本社長は俺の資料と試作品を興味深そうに眺め始めた。おー、これは面白い。大手メーカーの試作品でも、ここまでのテーマ札ベアリングを作るのは難しいと聞きますよ。しかも量産の視点まで考えられている。実に素晴らしいじゃないですか。その言葉に、木の香さんは一瞬息を飲んだようだった。さっきまでの余裕しゃくしゃくの態度が、嘘のように目を見開いている。社長、
でもまだ精密な検証もされていないみたいですし、うちが軽々しく動くのはリスクがあるのでは。木の香さんがそう言いかけるが、玉本社長は手をひらりと振って遮った。いいじゃないか、木の香。私はこういう情熱を持った技術者を応援してやりたいと思う。投資するリスクはもちろんあるが、それがビジネスというものだろう。そう言うと、今度は俺の方をしっかりと見る。微笑みながらも、その眼差しは真剣だ。押川社長、ぜひうちが投資しようではありませんか。あなたの技術をもっと大きく花開かせるために、どんなサポートが必要か教えてもらいたい。まさか、こんな大企業のトップが自分の技術に惚れ込んでくれるとは思ってもみなかった。俺の心は一気に高揚した。この場で飛び上がりたいほどの喜びを感じ、思わず声を詰まらせてしまう。隣で、清香さんが小さくうなずきながら、どこか誇らしげに微笑んでいた。ふと、玉本社長が、改めて清香さんに目をやった。清香、お前もよくここに顔を出してくれたな。お前は末っ子で、昔から自分に自信が持てないまま大きくなって、本当はもっとやりたいことがたくさんあったんだろう。社長の言葉に、清香さんは苦しそうに唇を噛んだ。木の香さんが、この光景を気まずそうに見つめている。ごめんな。俺は社長業にかまけて、お前の悩みを聞いてやれなかった。お前が外の世界に飛び出して、こんなに大きなことを成し遂げようとしているなんて、正直父さんは驚いた。だけど嬉しいよ。柔らかな言葉に、清香さんの瞳から涙がポロリとこぼれ落ちた。俺はそっと背中に手を当ててやりたい気持ちになったが、ぐっと我慢する。そして押川社長、清香は不器用だけど優しい子だ。君の工場で働きながら、こうして自分の価値を見出してくれた。ありがとう。あなたが清香を救ってくれたんです。そう言われて、俺は戸惑った。俺は何も、ただ一緒に頑張ってもらっただけです。謙遜しないでください。あなたが信じてくれたから、清香も変わったんです。俺の言葉に、玉本社長はニコリと笑って返した。そして、再び清香さんを見る。清香、俺はお前のことを誇りに思う。末っ子だろうが何だろうが関係ない。自信を持って自分の道に進みなさい。その言葉に、清香さんは声にならないおえつを漏らしながら何度もうなずいた。しばらくして沈黙を破ったのは木の香さんだった。さっきまでの威圧的な態度はどこへやら。今はうつむきがちに言いにくそうに口を開く。清香、私、あなたのことを馬鹿にしていたというか、出来の悪い妹だと思い込んでいたかもしれない。あなたの話を真面目に聞こうともしなかった。ごめんなさい。自分がどれだけ偉いかを見せつけるばかりで、妹のあなたが何を思っているかなんて考えたことがなかった。まさか、あんなに熱のこもったプレゼンができるだなんて。押川社長にも失礼な態度をとって、申し訳ありませんでした。そう言って、木の香さんは俺の方を向き、深々と頭を下げる。それに応えようと、俺も頭を下げた。いいえ、きっと清香さんが紹介する人なら、真剣に話を聞いてもらえるって信じていましたから。振り返ると、清香さんが涙を拭いながら笑っている。ありがとう、お姉様。私ずっとお姉様に認めてほしいって思っていたの。その言葉を聞いた木の香さんも、目に涙を浮かべてうなずいている。家族として積み重なってきたわだかまりが、今一気にほどけていくような、そんな空気が応接室を包んだ。俺はその光景を見ながら、胸がじんと熱くなるのを感じた。投資を受ける話は、玉本社長の英断と温かい言葉によって、即座に前向きに動き始めた。彼のサイン一つで大きく道が開けるなんて、正直信じがたいほどのスピード感だ。だけどそれが大企業の力なのだろう。喜一さん、すごいですね。清香がそっと隣で笑いかける。頬にはまだ涙の跡が残っているけれど、その表情は晴れやかだ。すごいのは君のお父さんだよ。それに、清香さん自身がここに繋いでくれたんだろ。俺なんか、しがない町工場の社長だ。そう言って、俺は照れ隠しのように頭をかく。すると、清香さんは首を横に振った。違います。喜一さんはすごい方です。だからこそ、お父様も投資しようと思ったんだと思います。
その通りです。そばで聞いていた玉本社長が力強くうなずく。驚くかもしれませんが、あなたが持ち込んでくださったこの技術は、実は、うちの開発部でも試行錯誤を繰り返していた分野なんです。だけど正直に言うと、完成にはほど遠かった。そこへあなたが見事な結果を出してきました。私はそれを見逃したくないだけですよ。玉本社長は微笑を称えながら資料に目をやる。そこに記された数値の隅々まで価値を噛み締めるように、ゆっくりと視線を移動させていく。もちろん特許の出願状況はご確認されていますよね。もしまだ手をつけていないようなら、至急準備を進めた方がいい。優れた技術は一刻を争う対象になりがちですから。はい。今まさに出願準備を進めていまして、現在審査を待っている段階です。審査が通るかどうかはまだ気が抜けませんが。それなら安心だ。時間はかかるかもしれないが、うちのホームチームも協力できるので困ったことがあれば言ってくれ。はい。ありがとうございます。この言葉に、木の香さんやその部下たちも、確かにあの摩擦数値と耐久性能はすごい。話を聞けば聞くほど、うちの技術にも応用できそうだ。と、前向きに口を揃える。さっきまでの見下すような態度が、嘘のように変わっているのがおかしいほどだが、それこそがビジネスの世界なのだろう。ともかく、こうして俺たちの技術は今、大企業の後ろ盾を得て、大きく羽ばたこうとしている。そして何より、清香さんが自身の家族である玉本家との絆を取り戻し、自らの価値を認められた事実が、俺には何より嬉しい。清香さん、これからうちの工場はもっと忙しくなるぞ。大丈夫か？少し茶化すように言うと、彼女は瞳をキラキラと輝かせながら笑った。もちろんです、喜一さん。私、一生懸命ついていきます。その答えに、玉本社長や専務たちも微笑みを浮かべている。広い応接室の窓から見下ろす街は、まるで新しいステージへ挑戦する俺の背を押しているように見えた。俺は目を細めながら、心の中で静かに、ここからが本当の勝負だ、と宣言した。その隣では、清香さんが綺麗な笑顔を見せていた。高機能スラストベアリングの開発が軌道に乗ってきた、ある日のこと。工場の扉を勢いよく開けて入ってきたのは、かつて桜製作所を去っていった若手従業員の翔太だった。久しぶりに見る彼の顔には、どこかやつれた様子が見え隠れしている。押川社長、俺、やっぱり戻ってきてもいいですか？小さな声ながら、一生懸命に絞り出すような言葉だった。数ヶ月前、彼は、夢ばかりじゃ食っていけません、と言い残し、辞表を置いて出て行ってしまった。あの時の彼の背中は、なんだかやりきれない悔しさに満ちていたのを覚えている。だからこそ、その翔太が今ここへ戻りたいと頭を下げていることに、俺は驚くと同時に胸が熱くなった。どうして戻ろうと思ったんだ？俺は静かに尋ねた。すると翔太は唇を震わせながら、言いづらそうに言葉をつなぐ。どこへ行っても、自分が本当にやりたいことって見つからなくて、それで気づいたんです。俺は、押川社長のものづくりへの熱意に惹かれていたんだって。わがまま言ってすみませんでした。もう一度雇ってくれませんか？下げられた頭を見ていると、翔太の一生懸命さが痛いほど伝わってきた。周囲からは、勝手に辞めたのに、今更戻ってくるなんて、と否定的な声が漏れる。清香さんも戸惑いながら、ちらりと俺の方を見つめている。だが、俺はゆっくりとうなずいてみせた。翔太、お前が本当にやり直したいと思うなら、俺は拒まない。戻ってこい。ここはお前の居場所でもあるんだ。この答えに周囲がどよめいた。社長、それはいくらなんでも甘すぎますよ。また出て行かれたらどうするんですか？そんな声が上がったけれど、俺の心は決まっていた。いいんだ。人間誰だって間違いや迷いはある。戻ってきてくれるのなら、それを責めるより、一緒に前を向いて進む方がずっと価値があると思うんだ。翔太が目に涙を浮かべながら頭を下げる。ありがとうございます。俺、精一杯やらせてもらいます。その言葉に、俺の胸は熱くなった。桜製作所は小さい会社かもしれない。でも、ここには人を信じ、夢を追う仲間がいて、
その絆が大きな力を生むんだと、俺は信じている。その翌週、まだ朝のせわしない時間帯に、清香さんが血相を変えて事務所に飛び込んできた。喜一さん、大変です。今ニュースサイトを見ていたら、島田社長が革命的ベアリング技術を近々披露するって発表していて、その内容がどうも私たちの技術とそっくりなんです。なんだと？思わず声が裏返ってしまった。島田社長といえば、この間俺たちを見下し、取引を冷淡に破棄してきた相手だ。記事には独自開発と書かれていますが、どう見ても私たちのベアリングに似てるんです。気になって調べてみたら、業務時間外に誰かがうちの会社のパソコンを触った形跡を発見して、きっとデータを盗まれたんだと思います。清香さんは焦りのあまり、テーブルに資料をばらまきながら、早口で話し続ける。そんな彼女の様子から、その情報の深刻さがひしひしと伝わってきた。そんな、一体誰が？俺は悔しさに拳を握りしめる。思わず机を叩きそうになる自分を抑え込んで、冷静にならなきゃいけないとかぶりを振る。清香さんだって、いつになく動揺している。このままでは事態を悪化させかねない。社長、どうするんです？もし先に発表されたら、特許だって向こうのものに。うちでコツコツやってきた成果を全部持ってかれるんですか？ふざけんなよ、島田社長め。従業員たちが口々に不安や怒りをぶつけてくる。工場の雰囲気はまさに混乱の渦の中。何年もかけて血と汗と涙を注ぎ込んできた技術を横取りされるという悪夢のような展開にみんなの心は乱れていた。やはり島田社長は一筋縄ではいかないですね。翔太も苦い顔をして唇を噛んでいる。もし今、島田社長が先に市場へ出してしまえば、大々的なプロモーションで彼の会社の名声も高まるだろう。こちらは後手を踏んでしまい、正式な特許申請などもままならないかもしれない。喜一さん、これってもう打つ手はないんですか？清香さんの声には、切羽詰まった感情が滲んでいる。俺は胸の奥をぎゅっと、掴まれるような感覚に襲われながら、ぐっと唇を噛んだ。だが、そんな中でも、不思議と絶望感ばかりが募るわけではなかった。なぜなら、俺にはある確信があったからだ。みんな、落ち着いてくれ。大丈夫だ。そう言うと、従業員たちは驚いた表情で、俺の方を振り返った。喜一さん、そんな、何が大丈夫なんですか？戸惑いを隠せない様子の清香さんに、俺は笑顔を向ける。島田社長が先に発表するとしても、俺たちにはまだ切り札がある。大事なのは焦らずに状況を見極めることだ。そして俺はみんなの前で切り札の説明をした。それを聞いた従業員たちは、まだ疑念を拭いきれない顔をしていたが、俺の言葉にわずかに安堵の色を見せる。喜一さん、私もサポートします。清香さんもそっとうなずいて、そう力強く宣言してくれた。それから数日後、ニュースの通り、島田社長は大々的に新時代のベアリング技術を披露する記者会見を開いた。記者会見は大きなホールを借り切り、多くのメディアや業界関係者が招待されている。島田社長は得意げにマイクを握り、巨大なスクリーンに図面やデータを投影しながら語り始めた。皆さん、これこそが世界を変える革命的ベアリングです。従来の常識を覆す超低摩擦と高耐久性を弊社が独自に開発しました。その傲慢な笑みをテレビの生中継で見たとき、俺の胸は苛立ちと不安にかき乱された。だが、次の瞬間、会場の空気が一変した。実演で回すはずのテスト機器が、起動後わずか数分もしないうちに異音を発し、突如、ストップしてしまったのだ。なんだこれは。島田社長が慌ててスタッフに指示を飛ばすが、会場のざわめきは止まらない。やがて、記者の一人がマイクを向けて鋭く質問する。島田社長、先ほどのベアリングはどうやら故障しているようですが、超高耐久とは言えない状況では？集まった記者が鋭く問いかけると、島田社長は、これは単なる調整ミスで、と言い訳めいた答えを繰り返す。だが、その歯切れの悪さと会場の不穏な空気はもはや取り返しようがない。ちょうどその時、控えめに開かれたホールの扉から、俺と玉本社長が並んで姿を現した。
メディアが一斉にこちらを振り返る。島田社長、あなたが先ほどお披露目したこのベアリング、実は桜製作所、私の工場の技術が盗用されています。何を言ってるんだ。証拠でもあるのか？動揺を隠しきれずに目を泳がせる島田社長を横目に、俺は冷静に言葉を重ねる。ええ。こちらが我が社で行ってきた試作データと工程表、それに特許出願準備中の書類のコピーです。そもそも、このベアリングを高耐久にするためには、特定の表面処理と仕上げ工程が必要なんです。あなたたちが盗んだ図面からは、その最終工程が抜け落ちている。だから簡単に壊れてしまったんですよ。報道陣が一斉に俺の手元にある書類を撮影し始める。島田社長の額にははっきりと汗が滲んでいた。周囲からは、盗用？事実なら大問題だという声が漏れ始める。つまり、あなたは不完全なデータを独自開発と偽って発表したんです。残念でしたね。もし正規のプロセスを把握していても、うちの許可なく使った時点で侵害行為になります。これ以上の隠蔽は無意味ですよ。俺の厳しい言葉に、島田社長はもはや反論できない。騒然とする会場で、彼はどさりとマイクを持った手を下げ、力なく視線を落とす。カメラのフラッシュが続けざまに瞬いては、島田社長の惨めな姿を映し出していく。事実なら、法的措置も検討なさるんですか？はい。今後は弁護士を通じてしかお話ししません。どうぞそのつもりで。俺がそう言い放つと、記者たちはさらに色めき立つ。もはや言い訳できないほど追い詰められた島田社長は、上ごとのように、誤解だ。従業員が勝手にやったんだ。と繰り返すだけで、誰の耳にも届かない。玉本社長は軽く咳払いをして、一歩進み出る。先ほどの故障が何よりの証拠でしょう。押川くんの工場のベアリングには、量産前提とはいえ、重要な表面処理と仕上げ工程がある。そこを省略すれば、摩耗率はすぐに大きくなってしまうんです。正規の工程を知らないまま先に発表されては、壊れて当然だ。ホールは一瞬でざわめき、数多くのフラッシュが焚かれる。これは大スキャンダルになりそうです。玉本社長は舞台装置のように壇上に置かれた故障した試作品を見回し、軽く肩をすくめる。さて、残念な話題ばかりではいけませんから、もう一つお知らせをしましょう。我々感動自動車は、押川社長率いる桜製作所が持つ、この素晴らしい技術を正式に採用し、今後の製品開発に活かしていくことを決定しました。早速、共同プロジェクトを立ち上げ、世界を変えるクラスのイノベーションを起こしていく所存です。会場の空気がガラリと変わり、大きなどよめきが起こる。フラッシュが再び雨のように降り注ぐ中、島田社長は完全に視線の隅へ追いやられ、何も言い返せずに立ち尽くす。押川くん、これからも共に頑張っていこう。うちの資金力とネットワークで、桜製作所の技術を存分に花開かせてくれたまえ。玉本社長の力強い声に、俺は深く一礼する。隣に立つ清香が目を潤ませながら微笑んでいるのが見えた。ええ、期待に応えます。桜製作所の夢を世界へと広げてみせます。そう告げる俺の拳は決定的証拠を握りしめたまま。島田社長の東洋劇は完全に露見し、彼が逃れる余地はない。ここからが本当の勝負だ。熱い視線を玉本社長と交わしながら、俺は改めてそう心に誓うのだった。それから数時間後、慌ただしく記者会見場を後にした俺たちは、一旦感動自動車の担当者と手短に打ち合わせを済ませ、夕方には桜製作所へ戻ってきた。工場の休憩スペースには、小さなテレビモニターが置いてあり、従業員たちがその周りに集まって大騒ぎしている。どうやら、先ほどの記者会見の様子がニュースで大々的に流れているらしい。画面には、蒼白な顔でうつむく島田社長のアップが映し出されていた。社長、ちょうどいいところに、今あの島田社長が大失態を演じるシーンが流れてるんですよ。へえ、そうか。興奮気味に声を上げる若手の従業員を横目に、俺はテレビモニターへと視線を向ける。その映像を、俺は工場のモニターで従業員たちと一緒に見守っていた。島田社長が大失態を演じる姿に、周囲からはざまあ見ろと笑う声が上がる。それにしても、
どこからうちの情報が漏れたんだろう。無意識にこぼれた誰かの声が休憩スペースのざわめきを一瞬止めた。従業員たちは互いに顔を見合わせた。正直言って、内側の人間がやらないと、あれだけピンポイントなデータは盗めないよな。古参の従業員がぼそりとつぶやいた言葉に、みんなの視線が一気に冷え込む。内部リーク。その言葉を意識した瞬間、空気が重く変わったのが分かった。仲間の中に裏切り者がいるかもしれない。そう考えるだけで、全員が互いの表情を探るように動きを止めている。誰もが居心地悪そうに視線を落とし始めた。その時、後方の暗がりに固まったように立ち尽くす人影があった。翔太だ。いつもなら、すごいですねと、真っ先に駆け寄ってくる元気印の彼が、今日はほとんど喋らず下を向いている。翔太？俺が声をかけると、びっくりと肩を震わせる。周囲も気づいて、一斉に彼を見つめ始める。すると翔太は、なんとも苦しげな顔で唇を噛み締めた。社長、俺、言いかけて、また口を閉ざす。決心がつかないのか、拳を握りしめたまま、どこか怯えたように視線を泳がせている。その仕草から、嫌でも想像が膨らんでしまう。すみません。俺が情報を漏らしました。彼は、周囲の冷たい視線を一身に受けながらも、意を決したように頭を下げる。俺にはまだ小さい弟がいて、ずっと金に困っていたんです。夢だけじゃ食えないと単価を切って、桜製作所を辞めたのはいいけれど、なかなか次の就職先が見つからなくて。そんな時、島田社長に声をかけられました。桜製作所で作っている高機能ベアリングの情報を流せば、莫大な報酬を払うと言ってくれて。それで俺は、おえつ混じりの言葉に、従業員たちは複雑そうな表情を浮かべる。許せないという気持ちがありながらも、家庭の事情を聞くと、ただ責めることができない心情も見え隠れしているのだ。清香さんもぎゅっと手を握りしめ、沈痛な面持ちで翔太を見つめていた。本当にすみません。俺、どうにかして弟を食わせたくて、金が欲しかったんです。俺は最低な人間です。そう言いながら、翔太は今にも崩れ落ちそうな顔でうずくまる。彼の肩が小刻みに震えているのが分かった。しんと張り詰めた空気の中、俺は翔太に歩み寄り、そっと肩に手を置いた。翔太、俺は最初から、お前が情報を漏らしているんじゃないかって気づいていたよ。え？静まり返った工場の空気がピンと張り詰める。翔太は自分の名が告げられた瞬間から顔を上げられずにいた。社長！どうして？喉が詰まったように声を震わせる翔太を前に、俺は深く息を吐いた。実はこの間、お前が夜に、こっそり工場に来ていたところを見かけたんだ。残業記録にもない時間に、やたらとパソコンの前で何かを調べているみたいだったから、不審に思ってな。翔太がはっと顔を上げると、額からじわりと汗が滲み始めるのが見える。従業員の誰もが思わず息を飲んだ。もちろん、その時はすぐに問いただすつもりはなかった。もしかしたら何か正当な理由があるのかもしれないし、お前は弟さんを養うために一生懸命だったしな。だが、あまりにもタイミングよく島田社長が画期的な新製品とやらを発表すると知って、俺は確信したんだよ。お前が、うちの技術情報を何者かに渡しているんじゃないかって。翔太は唇を噛んでいる。視線は床をさまよい、なんとか反論しようと口を開きかけたが、言葉が出ないのだろう。だから念のために、あらかじめ大事な部分だけデータをすり替えておいたんだ。本当に重要な表面処理の工程や、仕上げのパラメーターごまかして、別のファイルに隠しておいた。そっちを一人で触った形跡も、パソコンのログで確認している。あ！翔太は顔を歪め、今にも崩れ落ちそうな足取りで数歩後ずさる。周囲の従業員がざわつく中、俺は視線を落としながら、なるべく静かな声で言葉を継ぐ。島田テクノロジーズが発表会であっけなく失敗したのは、まさにそのせいだ。すり替えられた中途半端な工程をそのまま使ったから。すぐにベアリングが壊れた。正直、こんな形で、うちの技術を守ることになろうとは思わなかったけどな。沈黙が落ちる。翔太の肩は小刻みに震えていた。他の従業員たちも、
彼を責めるべきか、同情すべきか、それぞれに複雑な思いがあるのだろう。だが、いずれにせよ、真実は明るみに出たのだ。社長、すみません、俺。なんとか言葉を絞り出そうとする翔太に、俺は最後まで言わせることはしなかった。ゆっくりと手を挙げ、彼の言葉を制する。わかってる。お前には弟さんを支える事情があった。だが、それと情報を盗む行為は別の話だ。ただ、俺はお前のことを見捨てるつもりはない。やり直したいなら、今度は正々堂々と働いてみせろ。その言葉に、翔太はついにこらえきれず膝をつく。悔しさと申し訳なさで、顔を覆ったまま、声にならない涙が床を濡らす。俺なんか最低ですよね。本当にすみませんでした。たった一つの裏切りが、会社全体を危険にさらしかねなかった。だが、こんな状況でもなお、翔太が悔いているのなら、俺は機会を与えるつもりだった。彼が本当にやり直したいなら、そこに道を閉ざすことはない。翔太、もう二度とこんな真似はするな。弟さんには誇れる仕事をして、堂々と稼いだ金を持って帰るんだ。それが、今後お前がしなきゃいけないことだよ。周囲の従業員も無言のまま、翔太を見つめる。彼らもまた、翔太の技術屋としての素質を知っているからこそ、簡単に突き放せないのだろう。重い空気が工場に立ち込める中、俺は気を取り直すように背筋を伸ばし、みんなへ向けて声を投げかけた。よし、まずは一息入れよう。俺たちはこの工場を守って、さらには発展させていかなきゃならない。問題は山積みだが、技術はしっかり守り抜いた。それは大きな一歩だ。次に進むためにも、落ち着いて頭を冷やすんだ。その言葉に、誰かがそうですねとつぶやき、ゆっくりと立ち上がる。翔太はまだうずくまっているが、きっともう逃げはしないだろう。これからまた、一緒に前を向いて歩いていけるはずだ。その確信を胸に抱きながら、俺は振り返ることなく、次の作業へ取り掛かるために足を動かし始めた。それから1週間後、あの記者会見の惨状が全国ニュースで繰り返し取り上げられるたびに、島田テクノロジーズは急速に信用を失っていった。株価は暴落し、大口取引先が次々と契約破棄を通告。金融機関も融資を凍結し、資金ショートは時間の問題となった。こんな形で終わるなんて。あれほど傲慢だった島田社長の姿は、すでに会社の入り口にも見当たらない。役員会議の末、彼は即日解任され、島田テクノロジーズは事実上の倒産となったのだ。倒産手続きが進む中、社員たちも散り散りに去っていく。かつて栄華を誇ったビルは、今や廃墟のように静まり返っていた。一方、島田社長本人はというと、大バッシングを受けた末に表舞台から姿を消したものの、後日、ひっそりと週刊誌の片隅に、島田元社長、反省の日々を送るという小さな記事が掲載された。そこには、別名義で小さな工場に再就職し、朝から晩まで汗を流していると書かれていた。もっと早く、本物の努力をしていればな。その数行の記事によると、島田元社長は、今は一から技術を学び直し、自分の過去を悔い改めながら、地道に働いているらしい。いつかは再起を果たしたいという思いも見え隠れするが、少なくとも、以前のように安易な手段を使う気はなさそうだ。島田社長の件が片付いて間もない頃、翔太が工場の整理をしながら俺のところへ駆け寄ってきた。油汚れのついたシャツを腕まくりして、額には汗が滲んでいる。社長、今週の生産スケジュール、俺なりに再編してみたんですが、どうでしょうか？パソコンで作った資料を見せながら、翔太は真剣な眼差しを向ける。かつては裏切り行為に手を染めた彼だけど、今の姿にはそんな影はまるでない。なるほど。大口の受注と試作品の研究が並行するから忙しいが、この計画ならなんとかいけそうだな。俺がそう答えると、翔太は胸を張って微笑んだ。俺、もう二度と社長を裏切りません。今度こそ、本当に誇れるものづくりをしたいんです。その言葉には、偽りのない決意が感じられた。俺は資料を机に置いて、真摯な眼差しで、翔太を見返す。家族のために焦ったお前の気持ちもわかる。けど、夢を一緒に追う方がずっといいと思わないか？
お前となら、あの高機能ベアリングよりも、もっとすごい技術を生み出せるって信じてる。翔太の目が一段と輝いた。はい、社長と一緒ならきっと何でもやれます。もう一度、彼は深々と頭を下げる。俺はその熱意に胸の奥がじんと熱くなった。活気づいているのは俺の会社だけではない。俺たちの技術をいち早く取り入れた感動自動車もまた売り上げを伸ばしていた。商談で感動自動車の本社ビルに来たとき、玉本社長に声をかけられた。押川くん、君のおかげでうちの会社はますます絶好調だ。いえ、こちらこそ、玉本社長に投資していただけて感謝しています。実は、ようやく特許も正式に登録されまして、感動自動車としても安心してベアリングを自社製品に導入できるはずです。俺がそう答えると、玉本社長は顔をほころばせた。それは心強い知らせだ。おめでとう。いや、お互いにだな。もちろん清香のこともな。その言葉に、俺が顔を赤くして戸惑っていると、玉本社長は愉快そうに笑いながら、その場を後にした。一人取り残されそうになったその瞬間、後ろからかすかな絹ずれの音が聞こえる。振り返れば、そこには清香さんが立っていた。お疲れ様でした、喜一さん。父が変なこと言ってごめんなさい。いや、変じゃないよ。むしろ、ちょっとドキドキしたけどね。自分でもわかるほどに声が上ずる。会社の社長から、清香のことも、なんて言われたら、意識せずにはいられない。清香さんもまた、困ったように笑みを浮かべつつ、一歩こちらに踏み出してくる。距離はさらに近づいた。でも、少し安心しました。押川さん、前は父の前だと、肩に力が入りすぎて、すごく硬くなってましたから。そうかもな。最初は、感動自動車の社長ってだけで、すごく敷居が高くて。でも今はもう、清香さんのおかげでだいぶ慣れたよ。もっと言えば、玉本社長が背中を押してくれてるみたいな気がする。そう言いながら、自然と清香さんの笑顔へと視線が行く。ねえ、喜一さん。清香さんが少しだけ顔を上げる。メガネの奥の瞳が柔らかに揺れて、まるで何か言いたそうに見つめてくる。そのささやかな仕草に、こちらの心臓が高鳴る。思わず視線を合わせると、彼女は戸惑うように唇を噛み締め、それから意を決したように顔を上げる。そして、そっと俺の袖口をつまんだ。これから先、もっと大変になるのかなって思います。工場の設備投資や人員の増加、父との共同プロジェクト。でも、私はずっと、喜一さんのそばでこの工場を支えていきたいんです。こんな小さな事務員にできることは限られてるかもしれないけど。その声は控えめでありながら、確かな決意が滲んでいた。清香さんがいてくれるだけで、すごく助かってるよ。もし君がいなかったら、きっとここまでたどり着けなかった。俺こそ、これからも一緒にこの工場を守っていきたい。そう伝えると、清香さんの瞳が少し潤んだように見えた。ありがとう、喜一さん。清香さんは、はにかみながらそっと微笑む。そろそろみんなのところに戻ろうか。やることも山積みだからな。はい。でも落ち着いたら、また二人で少しお話しませんか？その控えめな誘いに胸が高鳴る。もちろん話そう。いくらでも。誰かに笑われようと、失敗が続こうと、諦めなければ自分が信じる道は必ず開ける。夢は実現するまで追い続けなければ、本当の輝きにはたどり着けない。そのことを胸に刻んで、俺はこれからの人生も歩んでいこうと思う。